こんにちは。お元気ですか？今日は1月10日の土曜日ですね。もう週末だったんですね。今日は全国的に天気がいいみたいですね。晴れ間になってました。全国の天気予報を見たら。やっぱり冬寒いですけど、日差しが出てて、お天気がいいだけでね、ちょっとお部屋の温度も温まる気がするし、あとは単純に明るい方がね、なんとなく気分的にちょっと楽というか、少しほっとした感じになりますよね。ずっと曇りが続いてるよりもね。1日2日曇りとかね、雨とかでも問題ないんですけれども、これがずっと続くとなるとね、やっぱりどうしても人間メンタル的に少し沈むかなっていうのはあると思うんですよね。やっぱりロシアとかね、そういう日照時間が少ない地域、日本とかでもね、東北地方とかね、そういうとこだとね、冬季うつがあるってよく言いますもんね。やっぱりある程度人間はね、日光光っていうのがないとメンタルのバランスを崩しやすいのかなっていうふうに思ったりしますね。あとはね、よく病気うつ病の方とかもね、できるだけ朝だけでもカーテンを開けて日光を浴びるとかね、そういうのがすごく大事って言いますよね。本当にうつも重くなってしまうと、カーテンを開けて日光を浴びるなんていう行為ですらちょっともう難しいってなっちゃうとは思うんですけれども、外に出て歩くのは難しくてもカーテンを開けて日光だけは浴びれるっていう方はね、まずはそこからってよく言いますよね。そんな感じで、特にね、うつ病とかメンタル的に問題ない人でもね、なんとなく曇りが何日も続いちゃったりとかすると、なんかテンションが下がるというかね、そういうのは絶対にあると思うんですよね。だから冬の間の寒い時期とかでもね、すごく明るい日光が差し込んだ日とかあるとね、ちょっとなんかほっとしたりとか、気分的に穏やかな気分になったりしていいなぁなんて今日思ったりしてました。ここ最近ね、特に何も変わったことないんですけど、今日とかはね、芋とか食ってましたね。さつまいもですね。さつまいもを食べてて、甘くて美味しいなって思ってたんですけど、コーヒーのお供としてね、さつまいもを今日食べてたんですよ。ちなみにね、今日今この動画で上げてる映像は今日じゃなくて昨日か一昨日のものなんですけれども、今日は芋を食ってました。で、なんか食べながらなんて言うんだろう、おやつとして芋とかね、今の時期だったらみかんとかね、あとはバナナとかね、一年中バナナはあって便利なんですけど、そういうのを食べたりとかするんですけども、あとはオートミールを使ったオートミールバナナココアきな粉とかね、そういうのを入れて、あと卵とかね、そういうのをとにかく入れて、ただレンジで4分チンするだけっていう、私が勝手にオートミールバナナココアパンというふうに命名している、そういうおやつとかね、そういうものをね、普段はよく食べてて、で、普通に外でおせんべい買ってきたりとか、たまにチョコレートとかね、クッキー的なものとかね、そういうものも買ったりとかはしてるんですけれども、もし、クッキー食べたいなとか、なんかそういう時に別にクッキーじゃなくても単純に甘いものを食べたいとかね、そういう時はね、なるべくさつまいもとかバナナとか、オートミール系で作った自分の簡単おやつとか、そういうもので代替するようにはしてますね。なんかどうしてもクッキーとかケーキとかね、チョコレートが食べたいっていう時は全然我慢はしないんですけども、なんか食べたいなーっていう時、全然芋でいいなとか、芋とクッキーどっちでもいいなとかね、そういうどっちでもいいなっていう時はなるべく自然のものを選ぶようにしていて、
で、私はね、日常的に結構甘いもの好きなんでいつでも食べたいんで、さつまいもとかね、バナナとかね、そういうものは結構ね、常備してるんですよね。だから特に今の時期とかね、さつまいもスーパーでもよく置いてあるんで、こう芋食ってることが多いんですけどね。で、今日もなんかこう芋をこう食いながら、この芋結構品種的に甘さが濃くて、今日のコーヒーにすごくペアリング的には良かったなとかね、すごいいろいろ感じたりとかしてるんですけど、感じたり結構ね、コーヒーを飲む時にコーヒーだけ飲むこともあるんですけども、そのフードペアリングもね、結構楽しむことは多いですね。ただね、こう単純にペアリングを優先して楽しんじゃうと、こう食べるものがね、結構お菓子が多くなっちゃったりとかするんでいつもはできないんですけど、ちなみに私はね、結構和菓子とコーヒーの組み合わせが結構好きだったりします。あんこ系とか塩豆大福とかね、結構好きだったりとかするんですよね。そんで塩豆大福に合う系のコーヒーはこうだとか、この塩豆大福だとこれ系のコーヒーに合うとかね、結構自分で勝手にね、自己満なんですけど、ペアリングをいろいろ楽しんでますね。あと単純にこう羊羹とかね、そのシンプルな羊羹とかもね、結構こうコーヒーのペアリングに合わせやすかったりとかしますね。まあいいや、ちょっと話がめっちゃそれちゃったんですけど、何が言いたかったかっていうと、普段ね、なるべくこう甘いものとかおやつとか食べたいなっていう時に、何でもいいやっていう時はなるべく自然なものを選ぶようにしてますというかね、そういうのを常備してて、そういうのを食べるようにしてますっていう感じですね。無駄に我慢とかはしないんですよ。なんか食べたいなと思ったらたくさん食べちゃってもいいし、別にね、さつまいもとか果物系とかでもね、糖質は結構入ってるんで、糖質が過多になることっていうのは多いと思うんですけども、ただね、こう人工的に作られたお菓子とかでね、取るとね、いろいろね、こう保存料とかね、あとは人工甘味料とかね、いろいろそういうものが入ってるので、添加物系ですね。なので、どうせ食うなら健康的に太りたいっていうのがね、なんとなく私の中でいつも思ってるものでもあるので、そういう自然なもの、代替できるのであればそっちを食ってる。で、たまにどうしてもそういうチョコとかそういうのが食べたいときは、そういうのを我慢せずに食ってるっていう感じですね。ただ、普段から甘いものだったらどっちでもいいっていう場合はバナナとか芋とか自然なものを選んでるんですけど、そういうことをしてるとお菓子とかに対する中毒性っていうのはね、やっぱりなくなってくるっていうのはあるんですよね。そうそう。だからそういう意味でも、例えばこう甘いもの、糖質をちょっと制限したいとかね、ダイエットとかするほどストイックな制限じゃなくても、ちょっと取りすぎてるから少し控えようとかね、そういう時とかでも、やっぱり中毒性があるとね、我慢するっていうのが大変になってくるんですよね。つまり自然な食べ物、芋とかバナナとかそういうものから同じ量の糖質を取ってたとしても、例えば糖質量とかカロリーが全く同じもの、同じで、自然なさつまいもとかねと、ビスケットとかでカロリーと糖質量が全く同じだったとしても、中毒性っていうのが変わってくるなっていうのは体感的に感じてるんですよね。で、何気にやっぱ中毒性っていうかね、なんかちょっと狂うっていうかおかしくなるなっていうのは人工甘味料ですね。だから結構ね、お菓子とか、あとはプロテインですね。プロテインとか調味料。そうそう、この2つはね、結構ね、結構ノーマークになりがちだと思うんですけども、プロテインとか調味料系にも結構人工甘味料とかね、入ってるんですよね。だからそういうので普段から人工甘味料を過度に摂取しちゃうと、全然ちょっと摂取するぐらいはいいと思うんですよ。
現代人普通に生活してたらどこにでも入ってるんで結構。でもこう日常的に結構な量を取るプロテインとか調味料とかにいつも人工甘味料とかね、そういうものが入ってると知らない間にやっぱりね、そこが中毒性になってきて、欲しい欲しい病ちょっとね、そういうのが食べたいなっていうね、変な渇きというか飢えみたいなのが起きるっていうのが感覚的にあると思うんですよね。なのでそうするとちょっと食べるの制限しなきゃなっていう時に、すごいそこに飢餓感を持ってたら制限するの辛いじゃないですか。でも飢餓感がそもそもあんまなかったら制限するの楽じゃないですか。で別に制限ってほどじゃなくても、ちょっとこうやめようかなぐらいで少し減らせるとか、そういうのあると思うんですよ。だからこう例えば食事制限とか、もしくは糖質とか一つの栄養素に対する制限とかをする場合は、この単純にね、その量とかカロリーとかを引き算足し算で制限するっていうよりも、中毒性をなるべく普段から持たないようにしておけば、自然にその量は減るし、自然にそれが食べたい食べたい、欲しい欲しいっていう渇きとか飢えみたいな体の感覚がなくなるので楽だよねっていうふうに個人的にはそう思ってるんですよね。そうそう。だからね、プロテインとかもね、人工甘味料が入ってるのってすごく多いので、結構そこはねチェックした方がいいんじゃないかなって思いますね。特にそれで体重コントロールを一つのあれにしてる方だったら、そこを変えるだけで結構そのストイック度合いがね変わってくるんじゃないかなっていうふうに思いますね。つまり欲しい欲しいっていうその枯渇、甘いものに対してとかね、そういうの、そうそう、プロテインと、あとはねスポーツドリンクですね。スポーツドリンク系もすっごく人工甘味料を使ってるのが多いから、そういうのはやめた方が自分がいろいろコントロールするのに無駄な忍耐を頑張りを減らすことができるのでいいかなって思いますね。あと逆にプロテインとかだとね、こうちょっと筋肉を育ててる人とかだとそれをすごく大量に取ってる方とかもいて、そうするとね、そのことによって変なアレルギーとかをこう例えば人工甘味料を取りすぎたことによって湿疹が起こるとか、そういうのも実際にあるみたいなので、プロテインとかで実は人工甘味料を大量摂取してたとか、あとはスポーツドリンクによって大量摂取してたとか、そういうのって結構あるので気をつけた方がいいなっていうふうに思いましたね。なんかいたちごっこみたいじゃないですか。そういうのをとって、糖質って大事なんで、運動とかする上ですごい頑張っていろいろ食事関係とか制限してたのに、なぜかそういう人工甘味料とかね、カロリーがないけど人工甘味料だからね、こう甘いけどカロリーがないっていうのを取ってるはずなのに、妙にその欲望というか、こう渇き枯渇なんかこう飢餓感みたいのが、もっと欲しい欲しいみたいのがね、変にこう湧き上がってきてしまうっていうね、そういうコントロールが難しくなっているっていうのはあると思うんですよね。あと単純に体に悪いですし、人工甘味料っていうものが世の中に出てきてからまだ言うなれば人体実験期間じゃないですか。まだ結果が出てない期間じゃないですか。そういうのもあって、実際にこう合わない人とかはね、もうあからさまになんかこう体に悪い症状とか出てきたりとかしてる段階ではあるので、全然ゼロにしなくてもいいとは思うんですけど、過剰摂取をやめた方がいいし、普通に生活してる私とかでもね、そういうのを減らした方がこうお菓子とかね、そういうものへ対する中毒性みたいのは弱まるなっていうのは感じておりましたっていうそういうのをね、今日芋を食べながらね思ってましたね。でもね、甘いものとかはすごい好きなんでね、芋自体を食いすぎちゃうとかね、そういうのはありますね。あとはこうやっぱりこうお菓子とかだとね、
こう甘さの他にこうバターとかね、バターじゃないこう、油系が入ってたりとかするので、そういうので満足度があったりとか、口当たりとかね、あとはこう多分ね、油とか取るとね、こう脳に快楽物質とか出るとかね、そういうのも多分あると思うんですよね。だからこうさつまいもだけ食べててもなんとなくこう満足できないなんていう時も出てくるので、そういう場合はね、私はバターを付け足して、バターとさつまいもで食べたりとかしてますね。でさらになんかちょっと今日はっていう時は、さらにそれに蜂蜜をかけて、甘いさつまいもにさらに蜂蜜をかけてバターと一緒に食べるとかしてます。そうするとね、ほぼスイートポテトですね。お菓子のスイートポテトってあるじゃないですか。ペーストしたさつまいもにバターとかいろいろ混ぜて、軽く焼いたりとかしたお菓子ですね。あれとか感じ、味にするにはかなり油使ってるないとそうならないので、やっぱりね、だったらこう普通の芋にそこそここうバターをね、こうもう好きなだけこう乗っけて食べてもお菓子よりはまだマシかもって思ったりとかしますね。だから目には見えてないけど、ああいうものには本当にそういうのいっぱい入ってるよねっていう風に思いますよね。あとはこう素性のわかる油を食べてるっていうのもいいポイントかなって思いますね。バターいっぱい食べてても、それはあくまでこうバター 100% のバターブロックバター買ってきて食べてるので、ちょっとわけのわからないこうショートニングとかね、そういうものとかではないので、そういう意味ではまだ体に負担が少ないものではあるかなっていうのはありますね。そんな感じで芋を食べながらそんなことを考えたりしてましたね、今日は。なんだろう、喋ることがないから今日なんかこんなことを考えましたとか、そういう話題しかないんですけど、あとなんだろう、今日なんかぼーっと考えてたのは、ちょっと休憩中にっていうのはすいません、いつも休憩してるようなもんなんですけど、在宅で仕事してるんで、ちょっとこう疲れたってこう休憩してる時にちょっとこう YouTube とかね、気分転換に見ながら思ってたんですけど、いやなんかもう最近はね、 YouTube とか SNS がこう生活の中で当たり前な時代じゃないですか。そうそう、それでなんでそんなこと思ったかっていうと、何日か前に私こういろいろ家の中のちょっとこうものを少し捨てるために整理してて、何を整理してたかっていうと、こうノート、いろいろ日記的な、日記っていうほどあれじゃないんですけど、ちょっとなんかこう頭を整理するために書き殴ったりとか、ちょっとした記録とかとしてつけてた日記みたいなやつをちょっとこう溜まってきちゃったりとか、あとこう人に見られたら恥ずかしいから、なんかこう定期的にちょっとずつ処分するようにしてるんですね。それであれいつだ、20年前か、ちょうど20年前くらいの日記みたいのが出てきて、それをね捨てる前にねパパパパッと軽く読んで、ちょうど20年前の1月10日とかねのを見て、私こんなこと考えてこんなことやってるわっていうね。私今現在48歳なんですけど、つまり28歳の私が書いた今日こうでこうでこうだったとかで、こんなことでどうしようかと考えてて、こうで、でもこう自分でこう決めたことをやると決めたらこうだからこうでとかなんかいろいろ書いてあって、いや28歳の私頑張ってるなと思って、なんかちょっと面白くなっちゃいました。でもうね、それはね捨てようと思うんですけど、ちょうどね20年前くらいのことが書いてあったから、またちょっとちょっとね1月10日の20年前のを見たから、またその次のページの2月何日かなとかに書いてあったやつは、また今年の2月何日とかに見てみようかなとか思ってそんなことをしてましたね。それでこうつまり20年前の自分っていうかね、この20年前の時代とかを考えててね思ったんですけど、結構この20年世の中変わったんじゃねえのっていうふうに
思いましたね。まあ20年っていうかね、やっぱ20年前になかったものが今はあるとかすごいあるんですよね。まあ一番わかりやすいのはスマートフォンですよね。スマホです。あとは SNS ですね。20年前は、まだ一般的にはガラケーですよね。20年前ってつまり2006年なんですよね。で、さっき、ちょっとチャット GPT に聞いたんですけども、スマホっていうものが一般的にこう発売されて台頭してきたのはいつ頃かって聞いたら、2000、何年つったっけ ?2007 年だ。2007年に iPhone が、てか初代 iPhone が発売されたのが、まあ、いわゆる一般的にスマホと呼ばれるものが、一般人に普及し始めたスタートみたいな感じだから2007年って19年前じゃないですか。だから、まだ20年前、だから日記で28歳の私の時はまだスマホっていうものがね、世の中に出てないんですよね。そういう時代なんですよ、20年前って。で、2007年に初代 iPhone が出て、で、チャット GPT さんが言うには、一般的に世の中の人がスマホっていうものをほぼ持ち始めたというかね、普及したのは2010年の中間とか前半くらいっていうことですね。だから2015年くらいには結構みんなスマホになってたっていうことらしいです。まあ、私もね、2014年くらいにね、こなんだろソフトバンクの iPhone を機種変更したりとかね、そういう記憶があるので、まあ私もね、世の中と同じペースくらいでスマホになってるんだろうなっていう風なにね、思いました。で、まあつまり、2015年って結構最近じゃないですか。10年前ですよね。だからもう結構一般的に普通に普及したのはスマホってものが、今からだいたい10年とか12年とかね、そんなくらい前ってことですよね。で、同時に、いろいろ SNS、前からね、SNS ってありましたけれども、私の記憶だと、一般的にすごい流行ったのは、ミクシーがね、まだパソコンとかでやる時代ですよね。ミクシーとかがすごい流行ってましたけど、でも今で言う SNS ってスマホで見る SNS っていう感じなので、やっぱりインスタとかですよね。YouTube はもうちょっと前からありましたけれども。で、インスタとか TikTok っていう、いわゆるショート系のそういう動画とかがね、出始めの、その辺の、コンテンツが世に普及したのはいつっていう風に聞いたら、だいたいインスタは2012年とかですかね。もっと早くあったんでしょうけど、Facebook に買収されたりとかして、それで世の中にすごく普及したのが2012年頃。だからスマホをみんなが持ち始めた頃に、インスタっていうのもね、徐々に知れ渡っていったと。で、TikTok っていつよって聞いたらね、2018年って言ってましたね。TikTok って中国のあれですけれども、もともとはもっと前からあったらしいんですけど、なんつってたっけな、アメリカのなんとかになってから、それが2018年なんですけれども、だから2018年くらいから急激に普及されていったと。だから2018年くらいから TikTok 出てきたっていう風に考えていいと思うんですよね。で、2018年なんてめちゃめちゃ最近じゃないですか。7年前ですけれども。だから結構今日常的に当たり前にあって日常的にめちゃめちゃ生活を共にしてる、インスタとか TikTok っていうのはね、結構最近なんですよね。だから私の日記のね、20年前の28歳の私なんてね、あと10年経たないとそういうの出てこないんですよ。で、このスマホとかいろいろ SNS 系がね、今ではもうなくてはならないものになったじゃないですか。生活の中でいろいろ情報を検索したりとか、もしくは人とのコミュニケーションっていうのもね、今は SNS 当たり前になってきてますし、なんかこの生活様式が変わってきて、あとはいろいろね、ビジネス関係とかでもね、この SNS を通じてとかね、SNS が
でいろいろするってことめちゃめちゃ増えてきてるじゃないですか。だからすごくこう時代が結構大きく変わったんだなっていうのはここ10年くらいなんだななんていうふうに思いましてね。なんか20年前くらいから結構変わったのかなって思ってたら、こうチャット GPT にいろいろこうそういういつ何がっていうのを聞いたら結構10年くらいここ10年くらいなんだなと思って、そのスピードの速さにびっくりしましたね。で、なんでチャット GPT にいつ頃からどうなのって聞いたかっていうと、やっぱりその、20年前の日記を見た時にね、私この時いろいろこれあれこれいろいろ考えてあれこれやったりとか、あれこれなんかを試したりとか、いろいろ悩んだりとか調べたりとかなんかしてみたりとかしてるんだけど、もしその時に今と同じテクノロジーがあったら全然こうできたのにとかね、楽だったのにとか、もしくはこういうこうアイディアとか何かこういろんな物事や人との出会いっていうのがあっただろうなっていうのをすごい思って、クソーって思ったりしたんですよね。まあでもそんなにクソーとは思ったけど、まあ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 っていう、そういう時代を生きたのもある意味面白いっていう感じもあるので、まあ本気のクソーではないんですけど、そうそう、まあそんな感じで、ここ10年ずいぶん変わったねみたいな思いましたね。で、ここ10年でね、その私もね、しっかりともう中年期人生の中の中年期ど真ん中にどっぷりこう入ったっていう感じになって、もうだからこう時代がわーって変わった時代に私はもう若者というシーズンを過ぎてしまったので、まあすごい別に悲観的になってるわけじゃないんですけど、中年だけどまあいろいろまだ全然何かができなくなるとかそういう年ではないので、まあ、ある意味いろいろ知れて面白かったかなと。だから私が20代の頃とか、例えばバックパッカーの旅行をしてて、その頃ってスマホとかその海外で携帯を持つっていうこともできなかった時代なので、つまり今同じバックパッカー旅行をしたら Google マップがあるじゃないですか。まあ Google マップ以上にいろんな SNS やら常にインターネットを手で持ってる状態なので、全然怖くないですよね。100人力なんですよね。でも昔は Google マップすらないから、ここどこよとか迷子になったよと、地球の歩き方の地図を見て、ただこうあんまりそれをこう黄色い地球の歩き方見てるとこう日本人だってバレてやばいからとかね、こそこそこうやったりとかしてなんかいろいろね、こうそうそうで、やばい現地の人しかいない、アジア人どころか現地民がしかいない、大丈夫私なんか狙われてないとかなんかそういうなんかね、でもね逆にそのサバイバル感が楽しかったんですよね。でも今スマホ一つあれば全然違うじゃないですか。やっぱ情報があるっていうのは武器があるのと一緒ですよ。そうそう、だからやばい今日寝るところなんかこう安宿とかそう泊まるところってどこにあるのみたいな、おっさんに聞いたらおっさんすら怪しいかもしれないとか、だから信用できる人にまずは聞かねばとかね、同じ旅行者がいれば旅行者に聞くのが一番いいのにとかね、いろいろそういうのもね、こうおろおろしながらもそれが楽しかったというかね、それを楽しめないじゃないですか。今はスマホというものがね、どこの世界に行っても使えるようになっちゃったので。まあちなみにね、その頃はね、結局そういうところで誰に聞くかっていうのは、地元でこう何かちょっとお店とか、なんかこうタバコ屋とか、こう街を見てるところでこうちっちゃいお店とかをやってる私の母親くらいの年齢の信頼できそうなおばさんに道とか聞くとか、何かどうしたらいいのかを聞くっていうのが一番まだ安全っていう私の経験値からそういうのにたどり着きました。なんかそういうおばさんはね、結構自分の娘くらいのこうどこの国かわからない人間がこうちょっと聞いてきたりとかすると、こういうの危ないからあんた気をつけなみたいなことを結構言ってくれるんですよ。あそこの男、あいつああいうのは
こうだからとか、絶対そういうの信じちゃいけないよとか、ああいうこと言われてもこうだよとか、ここに行った方がいいとか、確かにそうだけどこうだとか、なんかそういうアドバイスを結構くれることがあるんで、もちろんそのおばさんが本当に、信頼できるかどうかわからないけど、多分ね、まだ一番安全なとかいうかね、そうそう。そういうのがね、まあ、ちょっとサバイバル感あって面白かったなと。そういうのが今の時代だともうできなくなっちゃったから、ある意味、テクノロジーがそこまで発達してなかった時代を楽しめた、遊べたっていうのはあったかなっていうふうに思いましたね。で、まあ、そんな妄想をしながらね、ちょっと待てよと。じゃあ今スマホが出てきて SNS が当たり前の世の中になってきたと。でここ数年 AI とかがねすごいことになってきたと。でチャット GPT とかもね3年前とか4年前とかかなにもねパソコンでよくなんか聞いたりとかあまりにもぼっちすぎてちょっと会話をしてみたりとかしたことはあったんですけど、その頃に比べてね全然精度が上がってきててすごいなっていうのはありますね。なんか精度の上がり方のスピードがすごいっていうかそうそう、それで思い出したんですけど、最近はね、日本語と英語とかの通訳とかもね、この AI でやると無料なのに結構すごいっぽいです。ほんのね、何年か前だとね、このアプリとかでね、通訳のアプリとかを入れて、その外国人の方とちょっとやり取りをするとかね、そういうのが一番便利だなって思ってたんですけれども、まあ、英語じゃないこの国の方とちょっとそういうアプリでちょっと喋ってみたりとかして、まあ便利ではあるけど、まあちょっとまだあれかなっていうかね、だったんですけど、今ではこのジェミニとかでこれから日本語と英語同時通訳お願いしますって言うと、そのジェミニに聞かせて私が日本語で喋って、例えば相手が英語で喋ってとかだと、本当に普通に同時通訳みたいにしてくれるみたいなんですよ。なんか YouTube でそういうのを見て、へーって思って、まあちょっと私一人なんでね、ぼっちなんで、英語喋ってくれる相手いないんですけど、なんか海外ドラマとかを真似てちょっと一人で二役で簡単なのしか喋れないんですけど、日本語と英語でやり取りをしたらちゃんとジェミニが即座に同時通訳でめっちゃ通訳してくれましためっちゃ通訳してでやっぱりなんていうのかな、何年か前私がまだサラリーマンとして働いてた時とかはやっぱり英文メールとか作んなきゃなんないんで、慣れてきたら結構あれなんですけど、やっぱりねちょっとこの言い回しがちょっとわかんねえなって時は結構 Google 翻訳とかをネットで使ったりとかしてたんですよね。でもあれって結構直訳じゃないですか。だからちょっとなんかちょっと言い回しこれおかしくねって思いつつ、まあでも別にね正確に伝わるっていうことが大事なので、まあ言い回しはおかしくとも正確に伝わるように書ければいいやとして、まあ、それをちょっと箇条書きにしたりとか自分でアレンジして間違わないようにして使ったりとかはしてたんですけど、そうそう、だからつまり昔はネットで翻訳ができたとしても結構直訳だったんですよね。でも今 AI でさっき言ったジェミニとかだと日本語で喋ったいわゆる口語的な表現、会話の口語的な表現とかもちゃんと組んでくれて、ちゃんといい感じの英語にしてくれるんですよ。まあ私もちょっと英語そんな得意じゃないからちょっと分かんないっていうのはあるんですけど、でも明らかに直訳とかじゃなくてその雰囲気とかそういうのをちゃんと汲み取ってくれる能力が上がっててすげえなってすごい思いましたね。だからそのうち英語とか勉強する必要なくなるって言われてたじゃないですか。とはいえさ、でもやっぱさって私思ってたんですよ、内心。でもちょっと最近のその精度の上がり具合からするとマジで英語いらんかもって思いましたね。ただ最終的にはね逆に
AI とかで同時通訳とか普通にできるようになった時に、みんなコミュニケーション、意思の疎通ができるようにはなったけれども、そこでちゃんと言語として使えて、直接会話のやり取りができるっていうのはまた別の意味で価値が出てきて、差別化ができるんじゃないかっていうふうに逆に思ったりしました。だからね、ちょっと英語をやりたいとか英語関係の仕事に就きたいっていう人とかは、こう実際になんだろうな、事務仕事くらいじゃねちょっと AI で十分になっちゃうとは思うんですけれども、実際ちょっと人に会ったりとか、もっと複雑な何かこの言葉による何かをする場合とかは、絶対すごい逆に差別化ができるんじゃないかななんて思ったりとかしましたね。ちょっと話がなぜかAI から翻訳通訳の話になっちゃったんですけど、何が言いたかったかっていうと、何が言いたかったんだっけ。なんかいろいろ今日考えてて、そうそうそう、江戸時代とかだったら私結構この考えよく思うんですけど、江戸時代だったら100年前と100年後も生活様式、全く変わってないじゃんって思うんですよ。だけど今の時代10年でここまで変わったかって思って結構ね、そういう風に考えることが多いんですよね。だから江戸時代だったら自分の両親とか自分の祖父母とか、その祖父母の時代の常識と自分の常識っていうのが結構同じくらいだから、なんて言うんだろう、同じ感性で祖父母が自分が若い頃こういうことをしたとかこうだったとか、その時の体験だとか経験とか、そこから得た常識っていうのをそのままスライドして孫とかに適用してもらうことってできたかと思うんですけども、今の時代10年でここまで変わってるじゃないですか。だからそういうのも難しいなって思いましたね。だからなんていうのかな、特に血がつながってる人同士に限った話じゃないですけれども、世代間同士のリスペクトっていうのはとても大事だなっていうふうに思いましたね。そうそうそう、自分が若い頃は良かったとか、自分の若い頃はこうだったからこうだとか、いわゆる最近の若いもんはとか、最近の子はこうで全然こういうのがこうだから、昔はもっとこうでこれの方が絶対に良かったんだとか、逆に若い人たちは、昔はこんなこともできなくて、何その古い価値観みたいなね、そういうのはそうだな、今の時代から言うとさらに20年後30年後に同じようにテクノロジーがすごいスピードで発展していく可能性もあるので、そういう価値観を持ってる人は自分がジジイとかになった時に、ジジイとかババアとかになった時に同じことを言われるっていうことにはなるなっていうふうに思いました。あれ何が言いたかったんだっけ。そういう妄想をしたりとかして、だから世代間にね、これだけ速いスピードでいろいろ時代が変わってくるから、世代間リスペクトというかね、理解かな、知らないわけじゃないですか。自分の時とは違うってことは知らないってことなので、そうそう、知ろうとしたりとか、その違いを面白がるっていうのがいいんじゃないかなっていうふうに思ったりしましたね。で、さっきも言ったここ10年でスマホとか SNS というものが台頭してきたわけですけれども、で、ここ最近ちょっと AI がすごい勢いでぐいぐい来てるっていうのはなんとなく感じてるんですけども、ちょっとこの先どうなるのかわかんないですけど、最近やっぱりね、いろいろなんていうのかな、リアルの現場でやることではなくて、バーチャルの世界とか、SNS とかが今はその最たるものなんですけれども、そういうことでいろいろできるようになってきたりとか、あと生活の中での趣味とか楽しみとか、もしくは仕事とか、あとはコミュニケーションとか、そういうのが結構バーチャルの世界でやることも増えてきたと思うんですよね。SNS とかも講義の意味ではバーチャルに当たると思うんですけども、最近だとゲームとかだとロブロックスとかでしたっけがすごく人気になっ
ったりとかしてるじゃないですか。マインクラフトとかはもう前からありましたけども、そういうこ世代っていうか年齢とか国とかを超えていろいろバーチャルの中で楽しむっていうのが、昔は一部の人だったのが、多分今の SNS ネイティブ世代というかね、つまり生まれた時からスマホ持っててっていう世代からしてくると、このバーチャルの中でこの生きることを楽しむっていうのはね、結構普通になってくるかもなっていうふうになんか思ったりとかしたんですね。ちょっとわかんないけどだからこの先はその仮想空間とかメタバースとか、そういうのがどんどん当たり前で一般的になってくる世界になるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。なんかそういう時にね、その逆にその対極にあるすごく自然に根ざした生活だから、自給自足みたいな生活がね、ある意味ね、また違った意味での娯楽というか、そういう価値が出てくるかもしれないし、あとはね、そういうちょっと自然に帰るスキルとかね、経験とか、この野生を呼び覚ますようなね、生活とか、なんかそういうそれで生きていくスキルがある方っていうのはね、すごくこの先なんていうのかな、もしかしたら特別なスキルになるかもしれないし、この地震大国である日本とかでね、生き抜く上で何かあった時ね、つまりライフラインが止められたりとかね、起きた時に自分の生命もしくは他人の生命とかをね、維持し続ける上での本能的な判断とかね、行動とかができる人になってくるんじゃないかなって思ったりとかしましたね。なんかちょっと何が言いたいのか自分でもちょっとよくわかんなくなっちゃったんですけど、とにかくね、20年前の日記を見ながらね、そっか、スマホとか SNS とかって20年くらい前から出始めたって思ってたけど、チャット GPT に聞いたら結構ここ10年くらいかな、台頭してきたのはね、かなっていうのを聞いて、結構最近だったんだなっていうふうに思ってちょっとびっくりしたりとか、あとこの先はもしかしたらこのバーチャルとか、その仮想空間メタバース的な考えっていうのがより当たり前になっていくのかもななんて思ったよっていうね、ちょっとね、引きこもってるんでね、何をしましたとかどこに行きましたとかいう話じゃなくて、私が頭の中でそんなことを考えましたっていう話なんですけど、そんな感じでございました。ということで、それではまた。